こんにちは、アンナスです。今日は、チェーンステッチで面を埋めるときにどのあたりを刺せばいいのかっていうのがちょっとわからないっていう質問を前に受けたことがあったので、その時の、ことを思い出しながらちょっと説明したいと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、チェーンステッチの刺す場所の説明をしたいと思います。チェーンステッチって、このサイズ、例えば図案で面を埋めますみたいな図案があるとしますね。これをチェーンステッチでただ1列ぐるって刺繍するだけだったらこの線の上を刺せばいいんです。もうそれは間違いないんですけど、面を埋める時ってチェーンステッチってちょっと1個やってみますね。チェーンステッチってこう出してほぼ同じ穴に入れてちょっと頭を出してかけて上に引っ張る。これがチェーンステッチ。これ1個だとレゼーデージなんですけど、これたくさんやるとチェーンステッチになります。で、よく見ていただくとこうやって線の上を刺していく時ってチェーンの丸いこの糸がふわっとなりますよね。糸がふわっとなるから本当はこのサイズを刺したいのにほんのちょっとだけ一回り大きくさせてしまうんじゃないかって思ってしまうんですよ。なのでちょっと線の内側を刺そうかなって思う人がいると思うんですけど、それはやめておいた方がいいっていう話です。なぜかというとここからですよね。だいたいこれぐらいかなみたいな感じで半円分外側にチェーンが出てしまうので、ちょっと内側にチェーンステッチを作ってこれで埋めていくといいんじゃないかって思うんですけど、もしこれをやった場合どうなるかっていうと線がないので不安だからどこを刺せばいいんだろうって多分この辺ぐらいかなって感じでこうやってやってしまうと思うんですね。そうするとちょっとねやっぱ揺らぎが出るというか確信を持たない場所に刺す時ってやっぱり刺繍にも出てくるので、なんとなくぐらいでやってしまうと今見てもらっても分かるように結構線がもう丸見えというかかなり内側になってしまったんですね。なのでこの辺の感覚をちょっとうまくやろうと思うと結構難しい。なのでじゃあ内側にもう一個自分で線を描いてすればいいのかっていう話にもなるんですけど、そうすると一回りちっちゃいチェーンステッチでできた面は埋められるんですが、それはそれで OK です。別にダメではないです。ただ、私の図案に関して言うと、図案のこの丸い円、下絵の円っていうのはこの線の通りにチェーンステッチを刺してもらって大丈夫ですよっていう線なんですね。この円を中心に例えば外側にサテンステッチとかチェーンステッチとかの図案がいろいろあったとしてもそれで成立するように図案を描いているので、別にこの線の上をこうやってチェーンステッチでやっていて問題ないっていう図案になっているんですね。なので多分ね他のいろんな、世の中にある刺繍の図案っていうのも多分そういう風になっているはずなんですけど、ちょっとわかんないですね。その作家さんに聞いてみないとわかんないんですけど、基本的には多分この線の上を普通に刺していってもらってちゃんと成立するようにっていう風にはなってるはずなので、安心して線の上を刺していって面を埋めていってください。線の刺繍はねもうこの上をチェーンステッチやるんだなっていうのはなんとなくわかるんですけど、そういう質問が来たのでちょっとやってみました。以上です。いかがでしたか？
チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。